最初はプロ野球選手。野球やってた？野球やってた。ずっと野球やってた。いつまで？小学校、中学校、ちょっと遊びの方に走ってしまって、遊びが面白くなって、で野球がちょっとおろそかになって、高校ではやらなくて、そこから変わったと。で高校もまあ中学校もあんまりろくに行ってなくて、高校もすぐ辞めて退学になって、で何年の時？1年生の時、日本の学校辞めて、でオーストラリアの学校に2年間行って、で2年で卒業して、でもオーストラリア日本を離れたことによって、日本ってやっぱすごいなと思って、まあ2年間海外にいたからね、日本が離れることによって逆に好きになったというか、そうでなんか日本のことに関わりたいなと思って、で料理はずっと好きやったから、クッキングの授業、学校は普通の学校？なんか単位制のなんかカレッジ授業を取って、単位取ったら卒業できるみたいな。その中でクッキングのクラス取って、なんか日本料理的なことなんか作って発表したりとか、その中で授業をやって、なんか課題クリアしたら単位もらえるみたいなで卒業できる。その日本料理の時は日本料理何を作ってた？その時に俺、いやめっちゃ覚えてんねんけど、つくねを作って、鶏の、ミンチとなんかいろいろ醤油とか合わせて。簡単やろ。いや簡単やけどめっちゃ喜んでくれて、オーストラリア人がつくねがびっくりしたと。そうミートボールやでしょあれ考えたら。せやね、せやけどなんか喜んでくれて、いつからその料理の世界に入ったと？で奈良でなんかよく行く居酒屋さんがあって、で料理美味しいなと思ってて、でそこの料理が好きで、やっぱり料理したいなと思って、そこにいきなり働かしてくださいって言って、ほんまにタイミングでパンと行って、で働かしてもらえて、奈良の居酒屋でまあそこの先輩がいい人でいろいろ教えてくれて、でなんか料理ってなんか奥深いなと思って、すげえ知れば知るほど難しいというか、でそんなチャレンジ自分にしたいと。そうでやるんやったら本物を知りたいと思って、やるんだったら本物知りたい、で京都に行こうと。和食やったらやっぱ京都かなと思って、それって、菅原さんの中ですか、それかその料理人の中？料理人の中でもやっぱ京料理っていうのはやっぱり上、別格やな。その東京とかいろんな有名店でもやっぱり一回京都に修行来るみたいな。それはやっぱなんか日本料理をやる上ではちょっと外せない。京都まで京都行ったことないの、京都行かないと、そのなんていう、一流じゃないみたいな。それがもう京都に来ました、そこから京都来て、まあめっちゃ頭打ったけど、まあなんとか勉強しながらやってて。京都に来てそれ何歳ぐらい？京都に来た22、3かなってことはもう、まあ 4,5 年間奈良の居酒屋でずっと働いてたと、で成長の時に、まあもうちょっとなんかもう
成長をしたい時には一旦京都でやると、京都最初の店はどこ？花見工事の花見工事祇園の花見工事の懐石料理。それやっぱり祇園？祇園、あ、他のところもあるんじゃないですかね。本堂町、木屋町。ああでもまあ祇園、まあねそれはたまたまやけど、それってお店行くか、なんかタウンワークみたいな、紹介で奈良からの奈良から紹介でその前の店のそうそうそう紹介で紹介祇園に、どれぐらい祇園で働いてそこででも、2年かな2年以上いたことがなくて、る？あ、でまたそれ大体2年で移ってるかな。何店舗？ 3店舗。でそれを全部その懐石料理、懐石レストランで働いてたと、でそこからこれをやでる。独立する。そのなんで独立しようと？それは奈良に出た時独立をしようとしてた、いやもともとずっと自分でやりたくて、お店が自分がしたいと、それはかっこいいから、まあドリームというか、まあ自分でやるしかなかったから、多分自分でやらんと何も始まらんというか、待つよりはもう自分がボールを迎えに行くと。それがまあ初めから多分そうやったから誰かに雇われるためにこう頑張るっていうの感覚がなかったから、受験で誰かに認めてもらうとかいうのもなかったし、それだから2年間ずつあちこちだから回って、そういいとこだけ勉強吸収して修行ここのお店の契約、6月1日から契約、家賃払うっていう契約が決まってて、その前日まで前の店で働いてた。さ4人おったんや最初。アデ、タカシでテイ君おって、はい4人おって、タカシは俺の、だから中学校の同級生。奈良のそうでもともと知ってて、あいつが大阪で働いてる時の同僚がアデでテイ君を連れてきてみたいな。今1人だけど、あと3人はどこ2人は京都本店と大阪店が2店舗目できて、で2人は大阪店におって、あと1人はあと中国人の1人がちょっとビザが切れてて、でまあ帰ってしまった。強制送還になって、じゃああれいつはオープンしてからの間も2なく年目ぐらいかな。じゃあ1年目や1年目1年目1周年の前日に捕まっちゃった。急にいなくなってどうしたみたいになって、なんだ捕まってたみたいな。どこの辺？大阪。大阪の天満。なんで天天満の近く。まあそれもたまたま物件が空いてて、いいなと思って、うん、でも2人があそこ行かした、最初は1年ぐらいは俺行って通ってで落ち着いたからこっち帰ってきたんだ。まあ結果的には3人になって、ここが1、ここが2で、もう高橋はもう大阪結構長かったからもう慣れたかも。その前も大阪住んどったし、ああじゃあもう高志はあれはもう大阪、アデは
実家というか、まあ家は大阪拠点が大阪やし、大なるほど阪の方が近いからまあええかなっていう。ここのスタッフって今、まあみんな高橋あでも今大阪にいる、でもここスタッフは何人います？まあもちろん一人じゃないよね、こんなでかいお店で。まあ、社員1人と社員は1人、あとはアルバイト。アルバイト、アルバイトは何人ぐらい？大学生のアルバイトが、まあ、在籍で言まあトータルでったら6人ぐらいいるんかな。なんですっぽん？まあその和食でやってる時にすっぽんを扱ってて、まあ、美味しいなと思って。すっぽん専門店だった？その前の、普通の懐石料理屋でコースの中にすっぽん、メニューの中にそこがあったと、で美味しいけど食べれるとこ少ないし、高級店しかないし。あ、高級店しかないよね、確かリーズナブルに食べれたらええのになっていう。普通のお店って大体いくらぐらいするの？一人まあ専門店とか行ったら一人1万円とかは普通に。でもここは丸鍋だけやったら一人2000円から。なんでそんなに安くできる？まあ仕入れも日本全国探して、今の長崎の養殖場からもう直接送ってもらって生きてるやつを、でもそこでしか買わないっていう契約でだいぶ値段下げてもらって。品質が下げたからの安いんではなく、ではない、じゃあその味は専門店と勝負を自信、自信はある。じゃあもうまあ安くしたから味が下がったというよりは、だから変なもん使ったりはしてない。今日はどんな感じなの？今日はまあゆっくりかな。いつもこんな感じ？まあ週末はもっとバタバタしてる感じかな。日曜日は早い時間までね、みんな朝仕事の人がいるから。なるほど。最後でいこうか。はい。もう時間がね、今の時点で5年後を自分がどこにいる、何している？まあ場所はよう分からんけど、でも料理には関わってたいかな。